今週もお会いできて嬉しいです。ブラックロックが株価上げを告知してきたと便乗するかこの勝負。ブラックロックって結構有名ですよね。YouTube のタイトルにブラックロックって言ったら、ああもう投資関係のやつねって、なんでそんなに有名かっていうと、世界最大の資産運用会社であって、その資産の残高っていうのが1700兆円超えるんだよね。日本の国家予算が年間30億円ぐらいだから、もう日本も買収できちゃうんじゃないのっていうぐらい。で、いろんな金融商品を運用していて、日本企業の株主の割合が結構高いっていうところもある。なんでみんながね、こんなブラックロックとか機関投資家の動きを気にするかっていうと、その機関投資家が買いを入れてきたっていうことは、絶対儲けるために何兆円っていうお金でトレンドっていうか板をねじ伏せて強制的に上げていくんですよね。で、邪魔されて欲しくもないので、上げるぞ、これから告知するぞ。だから避けるとかバカなことは考えるなよみたいな。で、こういう人間の意識の操作っていうのが行われるようになって、2007年の制度改正によって透明性が向上した反面、よりトレンドっていうものが邪魔するやつがいなくなったんですよね。で、日本では 5% を超える保有がある場合に大量保有報告書を提出する必要があります。で、今回はそれを出したいがために 5% ちょうど買い込んで告知してるっていう銘柄が一つあるので、で、大量保有報告制度。これを利用することによって投資家はこの情報をもとにね、投資判断を行うことができるじゃないですか。じゃあここに表示されることはわざと市場に見せてこれから上げるぞっていうことなんですよね。ブラックロックの投資戦略、大量保有は値上がり益を狙った投資とか M&A の意図がある場合が多い。値下がりするぞっていうような銘柄に買いを入れるっていうバカじゃないので、値下がりしてる最中に買いを入れたとしても、買い板をめっちゃ分厚くしてトレンドを変えるぐらいの動きがあるからね、そういう見せ板に相当する大量保有報告制度、これを利用した方がうまく儲けるんじゃないのと僕は思ったんですよね。VTuber の僕が家族や自分のために利益が期待できる株を分析して、投資初心者に限らず悩んでること、株をね、いついくらでエントリーしていくらになったら利益確定するかとかの値段設定も公開しています。他のチャンネルにはないコンテンツですよね。社畜の大半っていうのは訳も分からずに税金を取られて文句言わない、バカな社畜。世界は不公平だけど、こういうのを知っとくっていうのは自由じゃないですか。金持ちになるか貧乏になるかっていうのは自分自身の選択です。YouTube でこれだけエンタメ娯楽があるのに、僕の動画見て勉強しよう、参考にしようっていう人、めっちゃ勉強熱心な人ですよね。その目標達成に向けて努力している。僕だってね、やりたいことがあって、志が高い同士なんで、一緒にこの世界を楽しんでいきましょう。では早速紹介する銘柄は3銘柄あります。証券番号は3863の日本製紙。大手製紙メーカーで王子グループと並ぶ業界最大手。2024年3月期の売上は1兆円。営業利益は172億円。日本製紙株式会社はその名の通り紙の製造を中心とする企業で、生活関連事業やエネルギー事業、木材、建設事業も展開しています。同社は国内外で幅広く事業を展開しており、特に紙製品、パッケージングに強みを持っています。見ての通りね、どうせ作るんだったらまとめて大きい工場を作った方がいい。だから大規模な工場っていうか、もう街なんですよね。で、工場移転ってなると、ここの税収がなくなって仕事もなくなって廃墟化するんですよね。それだけの大きい会社。10月3日にブラックロックが株保有を報告したんですよ。その比率は 5.3%。このチャートの出来高がピュッて上がった10月3日に提出したから、この出来高から見ると絶対に10月1日に買いを入れてるんですよね。なんだけど、下げ圧力っていうか、だらだらと下げ続ける展開に。ただ、10月3日以降に公表がされたので、わざわざ信用売りするっていうか、反対の動きをする勢力っていうのはまずいないんじゃないかなって。これを買うか買わないか、本当に業績もいいのかっていうのも確かめるためにこれから分析していきます。資料が何ページもあって数字ばっかりなんですけど、僕が要約してこのように PDF 資料にしました。早速、それを点数化して財務健全性、市場ポジション、成長性、将来性、この4つに分けて評価を行いました。財務健全性は会社の総資産とか純資産、自己資本比率を元に評価しています。総資産は1兆7247億円で前年期わずかに減少しているけど大きな変動っていうのはほぼない。自己資本比率は 27.7% に上昇しており、前期の 27.1% から改善が見られています。この改善は主に円安にある為替換算調整査定の増加740億円によるものです。負債も減少していて、有利子負債、つまり借金の返済が進んでいる点はプラス材料なんだけど、依然として負債の全体量大きくて、特にオパール社での特別損失が重みとなっているから25点満点中20点という評価にしました。
じゃあ次、成長性に関して。成長性の評価は、売上高や利益の成長率、将来の業績予想を元に行いました。売上は前年同期比でわずか 0.1%、ほぼ変わっていないですけど、営業利益が 409.3%、どういうことだろうね。めっちゃ上がってて。大きな成長を示しています。決算だけ見るとね。ただし、純利益は依然マイナスであり、今後の欧州オパール社の再建やコストの削減が鍵となっています。業績予想では、売上は 2.8% プラス、営業利益は 33.2% となっていて、成長余地はあるものの、大幅な改善には大きい規模の会社の分、時間がかかるんですよね。だから、18点っていうかなり低い点数をつけました。市場ポジションにおいては、能力やシェアを元に評価しています。日本製紙は国内外で広範囲な事業展開を行っていて、特に紙、そういう事業や生活関連の事業で強みがあって、国内市場においては競争力を維持していますが、新聞用紙とか、もう取る人いないじゃん。紙印刷するのが浅いな。これ処分毎回大変なんだけどな。っていうことによって、需要の低下はリスクの要因となっています。ブラックロックはよくそういう銘柄を買ったよね。パッケージ事業では、生活関連事業は需要が顕著であり、今後も安定した収益源となる予想されて、その点をもって市場ポジションは強いと考えて21点。将来性は今後の業績予想や事業再構築の進歩に基づいて評価をした。業績予想では、売上、営業利益、経常利益ともに改善が見込まれているけど、純利益の予想決算では、マイナス 90% ぐらいと大幅な減少が予想されていて、やっぱりオパール社での再建が成果の鍵となっている。未来に期待するとかいうよりは、実際にもうすでに起こった事実ベースの決算報告書で評価をすることが正しい投資家の判断と言えるので、19点です。総合評価として、財務健全性が改善していて、成長ポジションも高い一方で、純利益のマイナスとか、欧州での再建リスクなど、いくつかの不確定要素があります。そのため、全体的にバランスの取れた、低めの 78% です。だから結果的には、僕は保留、AI の判定と僕の総評なんですけど、保留かなって、人間の意識スコアに関して、信用倍率とか、ニュースに出ているものがどれだけ影響するかについて評価すると75点。信用圧力は減少して改善傾向にあります。それはブラックロックが買いを入れているっていうのがバレたので、わざわざ売りをやってくるやつはいないですよね。出来高も増加している。ブラックロック自らが作った出来高なのか、参加者なのかは定かではないですけど、いずれにしても投資家からの注目度が上がっている。で、注目度が上がっていくっていうと、売り抜けてエスケープしていく人より、これから買いたい、保有したい、値上がり益にあやかりたいっていう人たち、新規参入者が増えるから、板っていうのはどんどん上に積み上がっていくんですよね。だから業績悪いのになんでこのブラックロックはね、買っていってんのかなとは謎ですね。ただちゃんとアルゴリズムっていうのがあって、それに検知したら買いを入れるように設定を入れとくと、僕たちの資金効率っていうのを上げて、そのまま株価が万が一下がるっていうリスクっていうのもカバーすることができるんで、ここまでが決算報告書、数字に対してですね。じゃあ次はテクニカル分析の分野に行きましょう。PR は 31.2。これは一見すると高めに見えるけど、実際利益がめちゃくちゃ低くて、正確に反映されてるとは思えないですね。この株価の下落に伴って、PR の業績っていうのも悪かったので、利益の何倍の評価を受けているかっていうのが PR なので、めっちゃいきなり割高の判定になったんですよね。僕だったら保留で買わないけど、なんでそれでね、ブラックロックがエントリーしてきたのか、実際にみんなはそれを見てどう勝ち組にあやかろうと、儲かろうと入ってくるのか見ものですね。工場の新設にはかなりのコストがかかるので、やっぱりこの通りに大幅な赤字利益減少があります。一方でセグメントの売上全体的には上がっていっているので、コントロールできる収益の見込みがあるから投資を行っているのかもしれないですね。配当に関してはこれだけ見ての通りめちゃくちゃ不安定なので、今は 1.1%、時価総額が1076億円なので、正しく反映されているかは定かではないというか、そんなに大きい企業でもないですね。だから、機関投資家のブラックロックが買いを入れてきた 5% を超えてきたっていうと、かなりの影響力があるはずです。さっきの業績も言ったように、自己資本比率が 27.7%、だいぶ改善してこれなんですよね。他の企業と比べてみると、製紙業界は全体的に需要が減少傾向にあって、僕と予想通りね、特に新聞用紙とか印刷用紙の需要が落ち込んでいます。一方でパッケージ事業とか、生活に使うティッシュペーパーとか、お店のパンフレットとかは、依然需要があります。私の店開業したんで、これ見てくださいよ。こ
こ URL クリックしてスキャンしてっていうよりは、パッて渡した方がね、早く進むっていう。やっぱり紙媒体の手軽さっていうのがあるから、需要は全くゼロにはならないでしょうね。また、ビジネスなので、お金をかける、紙代がかかるとか、そんなの知れてるので、日本製紙っていうのは市場のポジションを維持しつつ、コスト削減対策っていうのが課題で強化しつつありますけど、他の事業と比べたら、海外事業の再建っていうのが今後の終点となっています。これって、日本製紙っていうのは、ワッケチャンネルでブラックロックが買って、買い時っておすすめであって、本当に買い時なのかなと僕はすごい疑問にあって自分で調べるタイプなんですよね。僕の分析上保有するかっていうのは保留で、業績面でのマイナスのバイアスがかかって株価を下げる力がかかり続けるんですよね。一方でブラックロックが全株式の 5% を取得したことから、実績を無視した動きになるということが予想できる。日本製紙は僕が興味ない銘柄っていうのか、知らない銘柄、僕が得意な銘柄は工業とか自動車関係の銘柄で、やっぱりブラックロックが仕掛けたチキンレースにリスクを負って乗る必要はない。って言っても、やっぱりせっかくここまで見たんだから買いたい人がいたりね、俺はそのチキンレース乗ってやるよっていう人はいると思うので、一応値段はつけました。現在の価格は932円。ブラックロックの買いの仕掛けに個人投資家は便乗してはいない状態です、今はね。だから実際に本当に個人投資家が買ってきて、もしくはブラックロックが株価を上げるぐらい、歪めるぐらい買ってきた990円以上にアラームを設定して、そこからエントリーをした方がいい。それまでは通知をしないし、もう見向きもしない方がいいかなって。安くなったら購入するっていう人いるじゃないですか。加減値を設定するって。でもね、テスタさんの100億円持ってる人の手法を見て、かなり勉強する期間があったんですけど、そういう下に買ってしまったら、そういう相場が弱い状態。だからそのまま株価が下がったり、値上がりするのにはめっちゃ時間がかかる。だから投資の資金効率が低下するじゃないですか。持ってる間、そのお金は仕事をしていない、増やしていかないから。だからちゃんと動き出してから自分のお金を投入するっていうのが、資金効率がいい投資と言えませんか？この場合、機関投資家は上がるように仕込んでいるわけだから、アラームの加減値は設定しません。次の銘柄行きましょう。業績が良くて買いたい銘柄はあるのかな？みんなと一緒に探していきましょう。はい、紹介2銘柄いきます。証券コード5711。三菱マテリアル。金の価格が高騰していますね。三菱グループの総合素材メーカーで金属事業が主なセグメントです。売上は去年で1兆5406億円で日本製紙の 1.5 倍、営業利益は541億円。三菱マテリアル、主に金属事業、高性能製品、加工事業、再生可能エネルギー事業を展開している企業で、銅、金属製品の製品、加工、さらに半導体関連製品、再生可能エネルギーの事業など幅広い分野で事業活動を行っています。また、リサイクル技術を用いた環境配慮型の取り組みを行っていて、継続的な社会に向けた事業活動に力を入れているっていうのはまあどうでもいい話。ブラックロックの保有状況としては、10月3日に 5.01% の株を保有。これすごいですよね。見せ玉というかな。見せ板というか、報告義務が出て、公に公表されることを逆手に、後から買ってくる投資家のエントリーで、さらに株価を上げてもらおうかな。みんなちょっと肥やしになってもらおうか、稲子になってもらおうかっていう 5% 未満で出来高を見ていたけど、水面下でコツコツとその出来高に突発したところがないので、地味にね、買っていって、で、稲子を呼び寄せたい時に一気に保有株報告書を提出する。本当に知られたくないっていうんだったら、信用買いすれば持ち株っていうのは証券名義になるわけなんで、わざわざ名前出して通知する必要、大量株保有告書っていうのはいらないんですよね。だから、上げの起爆剤を意図的にブラックロックが仕掛けているということになります。価格は2625円から100円ぐらい下落しています。はい。じゃあ、決算資料を読んで、それを採点していって、本当にその業績のバイアスと、その企業が、機関投資家が仕掛けたブラックロックと方向性が合ってるかっていうのを確認していきましょう。本当に評価されているのか。財務指標の分析によると、自己資本比率が 30.3% と安定していて、負債の増加もキャッシュフローで十分にカバーできている状態です。よって、25点満点中22点の評価となります。成長性の評価は、金の価格がめちゃくちゃ高騰してるって言ってるじゃないですか。売上が前年同期比で41%増加して、今後も見通しでも大幅な成長というのは期待されています。特に金属の価格の高騰とか、反動関連の需要っていうのは新規参入がいないし、どんどん需要というのは見込まれている。熊本県に半導体の工場ができたということで、もう
満点に近い25点満点中24点の高評価です。市場のポジションについては、銅や金などの主要金属事業でのシェアは高く、競争力のある製品ラインナップを持っています。再生可能エネルギー事業にも注力していって、企業のイメージ悪くしないようにしようなっていうのは伺えるし、今後の拡大っていうのは期待できますね。よって23点と評価です。将来性の評価、業績予想配当の増加、再生可能エネルギー分野の強化、将来の収益性とか安定性は高く評価できます。円安、金属価格の動向にも左右されるものの、基本的にその円安に進んでいくし、金の価格っていうのはどんどん上がっていく。なんて言ったって円の価値が下がっていってるんだから、その金属を日本の円で表そうっていうと数字は増えていく。つまりインフレーションなんですよね。よって将来の評価的には満点に近いこれも24点となります。投票と投資判断。三菱マテリアル株式会社は金属事業を中心としたっていう会社でしたよね。ポジションも強い。で、売上と利益っていうのは大幅な成長は見込めるということで、財務状況も安定している大きい企業で、金属っていう価格は今後上がっていくし、為替のリスクっていうのが注意が必要だけど、長期的には非常に魅力的ということで、投資判断としては買いという判断になりました。ワッケチャンネルでは PBR は 0.5 で割安って言うんですけど、これって不況の時に使われる指標なんですよね。だから僕としては PER を見るようにしています。7.8 っていうのは業界水準で見ても割安で、またこのようにセグメント利益がどんどんね、年間上がっていって、業績も良かったと。それで株価っていうのはこんな上がって下がってっていうのに対して、PR の割高っていう水準も8倍を割れるということになった。業績がいいっていう事実を考慮すると、どんどん割安になっていく。そうはさせないよと、ブラックロックが買いを仕掛けた。それは納得がいきます。人間の意識、投資家の動向としては85点。信用倍率の変化、出来高は顕著に推移している。特に銅や金の価格動向に関連して注目が集まっているらしいです。会社の規模が大きいっていうのと、あとは金属の価格の動向から一緒に見られるっていうことが多いみたいで、影響力っていうかな、人間の意識っていうのは集まっています。今回の業績は株価上昇にトレンドの方向があって、ブラックロックが買いをつけたっていうのを公表して、もうこれは株価上昇の合図、下に下げるような邪魔者っていないと思うんですよ。僕だったら200株買っておこう。ちゃんとみんなが追従して株価に上昇トレンドが確認できてからエントリーするのがセオリー。アラームの上限を2700円、下限を2299円。この幅から外れたら買いのエントリーをするといいでしょう。というのも、その下限を下回ったら相場が弱いから買わない方がいいんじゃないのって、さっきの僕の答えに対して、今回は配当が少し事情が違う。4% ぐらいの配当金なので、それをずっと持って値上がりを待つっていうのもありです。で、2700円を越してから買う。そうすると勢いがついているので資金効率がいいんですよね。で、このような株価設定をするっていうことは、その場にいなくても自動で監視してくれる1ヶ月半ぐらい。だからサラリーマンで時間がないっていうとか、僕みたいに日中昼寝しているよっていう人には最強のツールです。はい。皆さん、今、スマートフォン持ってますか？ちゃんと値段設定した証券アプリを起動して、アラームの設定行いましたか？では、今週最後の銘柄紹介へ行きましょう。証券コード7261マツダ。国内4位の自動車メーカーで広島市に本社を置く。珍しいですね。普通は東京あっても名古屋だけど何にもない広島県にも怒られそうだけど。なんとその売上高は4兆8276億円。営業利益が25億円となっています。営業利益っていうのはね、出す必要なくてプラマイゼロに抑えても基本がどんどん超えていればね、それで OK なので。マツダ株式会社は主に自動車の製造販売を行う日本の自動車メーカーです。みんな知ってますよね。主力商品であるマツダブランドの乗用車や乗用車を国内外で展開していて、意外と世界でも売れている。マツダって変わった車を作るんですよね。なんでかっていうと、トヨタとか、ホンダ、日産とか同じ車を作っちゃうとクオリティとかコストの面で負けちゃうから。あとはトヨタの従業員と比べて給料めっちゃ安いから、技術を持った人たちがそこに就職するかっていうとね、RX7 好きだ、マツダを応援したいっていう人、本当にお金どうでもいいっていう人ぐらいじゃないとね、手伝わない。独自のエンジン技術、スカイアクティブっていうのを強みとして、環境性能を高めつつ走行性能に重視した製品を提供している。自動車エンジニアだった僕からすると、スカイアクティブっていうのはガソリンからなるべくエネルギーを絞り取るっていうような工程のエンジンなんで、かなり負荷が強いんですよね。そんなリスクを負ってトヨタとか他のメーカー作りたくないので、マツダだけ作ってるって感じですね。そんななんかレースみたいなエンジンを。ちなみに僕が尊敬している車っていうのはマツダ RX7、ロータリーエンジンで他の
ピストン往復とは根本的に異なってレースエンジンのためにできて、あまりにも速すぎたんで、世界から出場停止処分を受けて、今も受けている伝説のエンジンです。イニシャル D で有名になって知ってるよという人が多いと思うんですけど、今ではイニシエの車、瞬速のクラシックカーっていう名前もありますね。これもブラックロックは10月3日に保有比率を 6.2% から 6.618% に引き上げ、自動車関連の銘柄っていうのは衰退産業だろうってグローバル的に思われてるというイメージがあるんですけど、意外ですよね。株価が下がっていて、配当利回りが未公開とはなっているけど 3.5% 以上になっていて、配当成功も18.2% でまだまだ余力があるとされていますね。決算資料の分析を行いました。自己資本比率は 46% と高く、総資産の増加とともに財務基盤の健全性が確認できました。よって23点と評価。成長に関して売上は前年同期の 10.5% 増加していて、国内の市場からなんかもう上がらないかなって僕は思ってたんですけど、北米の市場を中心とした顕著な販売が成長を支えていて、イニシャル D、アニメ好きにとってロータリーエンジン、マツダ車っていうのが神の車みたいな根強い需要があるみたいで、今後の素材コストの上昇とか為替リスクによって成長性っていうのは少し低く評価したけど、それでも22点という評価にしました。市場ポジションは競争力は高くて、特に北米での販売が顕著です。日産がどこだったっけ？北米は赤字って言ってたけどね、マツダだと黒字。しかし競争環境が厳しい。そしたらなんてだってね、自動車メーカーがある国自体が珍しいのに、日本なんか一つの国に5つのメーカーがあるので、これは市場をちょっと統合した方がいいんじゃないのかなって。日産潰れてどっかに吸収されちゃうんじゃないのかなと思ったり、他の自動車メーカーと比較すると市場シェアは限られている。だから超マニアックな車しか作れないんですよね。だから市場ポジションの評価としては21点。将来性に関して、収益性に関してはやや不安が残るけど、特にスカイアクティブとか環境にもロータリーの EV っていうかな、そういうのにも対応している姿勢がある。AI は20点という評価ですけど、僕はもう少し高くてもいいんじゃないかなって。点数の低さとしては、配当が不透明っていうことで、その分点数が付けられていないっていうのもあります。さあ、投票としてマツダ株式会社は、北米を中心に顕著な業績を推移しているけど、それありきなんで、日本人は買いたがらなかった。でも、やっぱ北米っていうか、ブラックロックが同じアメリカなんで、売れているっていう印象があるんですかね。買い増してきたということ。長期的には成長余地はあるけど、短期的には業績面を見ただけではわからないな。ということで判断だけすると、保留、信用倍率とか出来高は安定していて、今後の業績とか配当施策に関わる安定感っていうのはあるね。余裕がある。一応非公開っていうことがあるので、慎重な姿勢で80点。で、ご存知の通り、為替とか市場動向に敏感な反応があるのが自動車なんで、ちゃんと反応してから割安になってから買った方がいいんじゃないのかなと。はい。株価指標、財務指標、テクニカル指標を見ていきましょう。時価総額は6721億円で、この取り扱った3つの銘柄で一番大きかったんじゃないかな。PER は、なんと、超低 PER の 3.8 倍。冗談だよねと思っちゃった。さすがに安すぎやろって僕は思うね。配当成功はね、60円で高くなったなとしても 18.2%。期末配当が未定である点がやや不安だな、怖いなとは思うけど、中間配当が前年同水準っていうのが維持されてるから増配していく。少なくても据え置きなのかなと。決算資料では売上を5兆3500億円っていう過去最高を見込んでいます。この点に関してブラックロックの買いはありかなとは思ってます。業績がめちゃくちゃ上がってきたというよりは今まで割安で放置されている。前々から 5% 持ってたけど、なんでこんなに下がるんだ、もっと高く評価されるべきだろう、上がってもいいだろうっていうことで、ブラックロックが痺れを切らして買い増しを公表してきた、告知してきたっていうことでしょうね。いやいや。ブラックロックでもちょっと意図しない方向に行って、上がるまでに長い時間を要することがあったりするので、ちゃんと上がってからね、購入する。それまで我慢強く待つ。そういう忍耐力が投資家には絶対に必要です。AI はね、保留となったりとかするんですけど、車業界をちょっとチャートを見慣れている僕としては、買い時だなっていうことなんで、何を隠そう200株買ってしまいました。200株を1064円で平均で取得しているから、これを基準にします。
AI とか決算報告書では買いには値しないっていう判断だけど、松田社が僕個人的に好きなので200株保有しています。皆さんもそういう株あるよね。日本企業を応援したいとか、アニメ市場を応援したいからバンダイナムコを買っとく、持っとくとか、VTuber を応援したいからエニーカラーとか、カバー株式会社を持つとか、最近カバーの配当金が出すよっていうことを公表したんで、持っとくインセンティブ、要因っていうのが上がったと思います。さて行きましょう。じゃあ僕が平均取得したのが1064円なので、損切ラインが968円でトレーディング開始は1128円。この時点で僕の勝ちは確定。配当以上の利回り確定というわけなんですよね。じゃあ一応ね、このアラーム設定、上と下にも設定できるんですよね。配当が高いので、1200円を下回っても買い。一応再分析、決算とか市場をもう一回再分析する必要はあります。1210円を上回ってきたら、ブラックロックの意図する方向に上がってきた。みんなが勝ち組になってきている。売るやつが少ない。売り圧力が低くなってきた。ということなんで、買い増し。皆さんわかりました？いやー楽しみですね、儲かるのが。皆さん今回の解説いかがでしたか？今回は3銘柄で意外と早く終わったな。小春もっと話すと思ったんだけどっていう印象を持たれると思います。そう、その通り。結論だけ言ってるんですよね。最初から業績が何点。その根拠はこれ終わり。次銘柄。アルゴリズムも言ったから次ってなってるので、業績が何億円上がって何%下がってっていうのがないんですよ。これが良かったなっていう人は1番。で、従来通りがいいよ、深く知りたいよっていうのだったら2。ちょっと僕もね、やっぱり作った感じ、結論から早く聞きたいので、1番を押してます。このようにね、どんどん改良して見やすくなっていってるので、期待してね、他の人に勧めるなり、シェアボタンを押してみるとすごく助かります。愛知県の新城市でオフ会を開催します。小春を直接見てお話をしたいとか、温泉に入って一緒に料理食べて VTuber 事業のお話、計画をしていきます。こういう人に向いてます。まず株式に興味がある人。僕のチャンネルがね、株をテーマにしているので、株式投資、資産運用に関心がある人は、オフ会での議論や交流に向いている。そういう人たちの集まりなんで、みんな金持ってんな。俺ももっと頑張らんとな。いや、そういう考え方知らんかったなっていうのが僕も結構あるので。あともう一つは愛知県やその近隣に住む人、近くに住んでるっていう人は、交通の便が良くて参加しやすいでしょう。あとは VTuber の活動に興味があるっていう人、VTuber とリアルに交流する機会っていうのはね、聞いたことないね。珍しい。希望があるんだったら一緒のホテルに寝泊まりするっていうのもね、第1回でやりました。あとは僕のチャンネルの視聴者やファンとかメンバーシップの会員、温泉入って紅葉を見ながら美味しいものを食べて、そういう根強いファンが参加を喜ぶんじゃないかな。おかげさまでみんながいいねとか高評価、コメントをしてくれたおかげで、先週と比べてインプレッション数が、つまり再生回数が伸びました。また、総再生時間も増えたので、投資家の仲間が増えることができたんじゃないかな。ちょっとここだけの話、松井証券からね、オファーをいただきました。教えてラブリーとかね、テツタさんが入ってるところとか、もうね、いつかそういう人たちと一緒に出演できたらね、面白いだろうなって、今からそのメールの返信を行います。楽しみ。どんどん規模も大きくなっていて、仲間が増えたらコミュニティが成長して、会社に成長して、で、皆さんが協力できることは、いいね、コメント、シェアボタンを押すこと。仕事も遊びも全力で生きていきましょう。また次回の動画でお待ちしております。あなたと一緒に成長していくように活動していきます。では、バイバイ。